はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。グランタブロープラスタロットで、あの人との距離ですとか、今週の恋愛仕事のこと、そしてその後にセブンデイズの流れを深掘りしていきます。はい、いつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。いつも感謝しております。さて、今日なんですけれども、3月の6日、早いもので3月の6日からの1週間の流れを見ていきます。3月の6日がいわゆる暦の変わりになりますので、またお参りとか行くのはおすすめです。そして何といっても土星へ、土星という星が3月の7日に魚座に入ります。魚座さんはいろいろ乗り越えないといけないこととか出てくるかもしれないんですけれども、大きな星の流れになります。そして同じく7日には乙女座で満月が起こりますので、非常に6日7日大きな星の動きがあるかなと思っています。はい、じゃあ今日選んでいただきたいのは左から1番、真ん中の方2番、そして一番右の方は3番になっております。一番左の方、はい、こちら最高の道を切り開く。はい、これが1番の方。そして2番の方、あなたが人生の主人公。はい、そして3番の方、いつもそばにいるよ。はい、この3択になっております。カードの色やメッセージ、もしくは下に置いてあるルノルマンカードで選んでいただいても大丈夫です。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方、こちらのルノルマンカードシャッフルしていきます。はい、お待たせしました。じゃあ最初の1列出していきます。はい、まず出たカード、家です。はい、そして鎌が出ました。フォックス、手紙、鳥、タワー、星、月、星と月が並んで出ています。はい、ハートが出ました。じゃあ残りのカード並べていきます。はい、1番の方お待たせしました。まずあなたのカードが一番ラスト、右端に出ています。そしてあの人、ここに出ていますね。あなたとお相手様は向かい合っている状況なんですけれども、会えてないのかなとか、今少しすれ違いがあっているのかな、そういう感じがまずしています。少し、気になったのがファースト3カードが
家、釜、フォックスが出たんですけれども、あなたの家、例えば鍵のかけ忘れとか、そういうことがないようにっていうこともあるんですけれども、家の下にクマ、クロス、こういうカードが出ているので、もしかしたらあなたのご実家とか、そういうところで病気になったとか、そういう知らせがね、もしかしたら出てくるかもしれない。なのでご実家が離れている方とかは、ご両親だったりおじいちゃんおばあちゃんだったり、連絡を今週は取られることをお勧めしたいなと思っています。はい、そしてですね、あなたのところは出てるカードがとてもポジティブです。なんか今現在大好きな人がいるのかなっていう感じで、何としても例えばこの恋を成就させたいとか、もう一回例えば付き合いたいとか、あの人と結婚したいとか、そういうあなたの強い思いがものすごく出ている感じです。そしてあなた自身、今週特にこれは年下の例えば出会いがあるかもしれませんし、案外なんて言うんでしょう、純粋な人というか、もしかしたら年下とか、そういう可能性もあるかもしれません。あとここに何か約束をするとか契約をするっていう感じが出てるので、これが仕事っていうことも考えられるので、大きな契約を取る人もいるかもしれませんし、あの人との関係、非常にパートナーシップがすごく強い状態になっていくということも考えられます。とてもあなたの周りにあるカードは元気って感じですね。なんか元気で若々しい感じがする。じゃああの人はっていうとですね、もうすんごい落ち込んでますね。本当にどうしたっていうぐらい落ち込んでいて、自分の運命をなんか悲観してる。なんで俺はこんなにね運が例えば悪いんだろうとか、ついてないんだろうとか、そして体も疲れてるかな、なんかあんまり外に出たくないとか、少し引きこもり的なそういう感じもあるんですよね。でこのお相手様としても何とかしたいとは思っている。一番の辛いところは今なので、今週からは少しずつポジティブな要素、こういうふうにしたらいいのかなとか、こういうふうに解決していけばいいのかなっていうのがなんか見えてくる感じ、です。なので今あなたとお相手様の間に何か問題があるとするならば、あの人が非常にネガティブになっているとか、会いたがらないとか、そういうことが考えられるかもしれません。そして今週の恋愛なんですけれどもね、星、月、ハートが出てすごいって思ったんだけれども、その下に蛇が出ているので、あなた自身がもしかしたら三角関係とかライバルがいる人とか、そういう恋愛をしているかもしれません。でもなんですよね。でもあなたとお相手様の関係、今あの人はこれだけネガティブなんだけど、やっぱりあなたのことを求めているからこそ何とかしなきゃって思ってるんじゃないかな。そしてあなたもなんかゆっくり待つ、焦ってない、あなたはあなたで
自分の時間をしっかり持てている人かと思うので、このお相手様のことをゆっくりのんびり自分のことを楽しみながら待っているのかなっていう、そういう感じがしています。片思いの方も今あの人は八方塞がりなので、今は待ちの姿勢でいた方がいいかなと。そしてお付き合い中の人もそうです。そして復縁を望んでいる人も待ってあげていたら、きっとあの人はもう少ししたら動き出せるような状況になるんじゃないかなと思っています。もうね、ここのカードがね素晴らしいから、きっとあなたとあの人のご縁は強いんじゃないかな、そういうふうに思ってます。で、4隅のカードに無知とハートが出ているので、今週はまだ情熱がぶつかり合うっていうよりも、まだ温度差が合わないかなっていう気がするので、このお相手様がいわゆる元気になる、前向きになるのを待っていてあげてください。じゃあお仕事のこと見ていきます。あなたがご自分で仕事をされているアルバイト、パートの方から見てみましょう。はい、あなた自身は本当にいろいろなことに悩んでいて、迷っていて、やや不安定な状況、見通しがなかなかつかない状況だったのかなって思います。でもようやく今週あなた自身がこういうふうにしてみようっていう環境の変化とか、あなた自身の大きな確信、そういうものがあるかもしれません。もしかしたら旅行とか環境が変わる人もいるかもしれない。で、ただその後は道とネズミというカードが出ているので、いろいろな選択肢がありながらも悩んでしまう、どの道に進んでいいか迷ってしまうっていうのがあるかもしれないんだけど、その後は花束とか太陽が出てるので、一時的に自分の決断が不安になったり迷ったりすることがあっても、これでいいんだっていう感じでお客さんがしっかりついてきてくれる、あなたの魅力を分かってくれる、そういう風に出ているので安心してください。そして次はあなたが会社員、サラリーマンの方で見ていきたいと思います。はい、カードはここです。はい、案外ね、毎週会社員サラリーマンの方って会社の中に、ね、ちょっと嫌な人がいたりとか、おつぼね様がいたりっていう感じで、人間関係がね悩んでる方が多いのかなっていうふうに実は毎週思っています。で、今週も、そういう、ライバルが社内に例えばいたりとか、あなたのことを妬んでる人がいたりっていう可能性はある。でも今週のあなたの仕事運っていうのがものすごくやる気に満ち溢れていて、すごい楽しいとか、なんか結果が出てくるとか、周りの人がすごく温かいとか、そういう風になってきているので、このね辛い人間関係はかなりいい意味で上書きされていくのではないだろうかと思っています。はい、そして今週の金運を見ていきましょう。はい、今週の金運なんですけれども、今まではあなた自身が健康面があんまり良くなかったのかな。なので例えば医療費とかサプリとか、そういうところにねお金がかなり使ってたのかな、使わないといけない
状況だったのかなって思います。で今週は案外我慢というふうに出ているので、自分の買いたいもの、おしゃれ、美容関係、そういうものは今週あなたは節約していくような気がしています。ただ、今週以降ですね、お友達からの、例えば飲み会とかランチとかそういうお誘いとかがあって、交際費に、お金を使っていくのかなっていう、そういうものが出ています。なので、今週は自分のことにお金をかけるのではなく、友達にとか友達と過ごす時間にかけていくのかな、そういうふうに思います。そして、今週今から月火水木金土日で流れを見ていくんですけれども、後半の方が特に良さそうな気がしています。じゃあタロットと合わせて見ていきます。はい、1番の方お待たせしております。左から月曜日から日曜日までの流れをルノルマンカードとタロットで出しております。やっぱりですね、火曜日以外はいいもう月曜日とかもうすごいみたいな、コインの10が出てるし、木金土日もいいですね。特にこのね木金が超ミラクル大吉、むちゃくちゃいいので、じゃあお伝えしていきます。まず月曜日が、家とコインの10が出てるので、臨時収入があったりとか、隠していたお金が例えば見つかったりとか、そういう感じがしています。もしかしたら大きなお金が入ってくる人もいるかもしれません。すごいリッチなカードが出ました。そして今週気をつけていただきたいのは火曜日だけかな。火曜日が釜とカップの9が出ているんですけれども、この火曜日に関してはあなた自身がこうしたいって思うことが叶いにくい日のような気がするので、この火曜日は無理をしない、進むか進まないか迷ってるのであれば、火曜日は進まない方をおすすめしたいです。そして水曜日なんですけれども、フォックスとコインの6が出ています。この日はお仕事モードかな。仕事にすごく集中できるような感じもしますし、人間関係もいいような、そういう部分もあるかもしれません。そして人との付き合いはある意味腹8分ぐらいでいた方がいいかもしれません。はい、木曜日です。花束と戦車、もうこれはすごいとしか言えない。大アルカナが出ていて、花束っていうのはもう喜び、サプライズ、贈り物、祝福そういうものが出ていますので、木曜日の出会い、片思いの方もお付き合いしている方もものすごくいいです。もうこの日は行こうって感じで、積極的に行こうって感じです。そして金曜日、太陽すごいですね。太陽と見てください、ワンドのクイーンがキラッキラしてます。もうあなたにとって木曜日もむちゃくちゃいいんですけど、金曜日も大幸運日でむちゃくちゃ強運です。あなた自身がリーダーになるとか、積極的に出るとか、とてもね
情もすごくあったかいし、あとあなた自身がものすごく元気なオーラがある、そういう日なのですごいですよ。とにかく何にしても成功する、大勝利を収める、これが金曜日です。すごいですね。はい、そして土曜日が子供のカードとフールが出ているので、あなた自身天真爛漫に純粋に子供のような気持ちで過ごして大丈夫。こういう日は普通はこうだからとか、常識に考えたらこうだからっていうのはいらない。むしろあなたが生きたいように、振る舞いたいように振る舞ってください。個性を大切にしてください。そして日曜日が、はい、あなたのカードとコインの4です。あなた自身物とか金銭的なもの、愛情とかがすごくあなたのところにありますよっていう風に出ているので、すごくどっちかって言ったら物質的な幸せ、それがあるかなっていうのが日曜日です。はい、すごいですね。かなりすごいです。じゃあ最後にこれだけいいカードが出ましたけれども、アドバイス見ていきましょう。まあすごいですね。今回2枚かな、2枚出ているような気がします。あとはエンジェルアンサーから、エンジェルアンサーからは1枚でいいかな。なんかこれも言ってるな。はい、じゃあ今回はトータル4枚のカードから、はい、お伝えいたします。プレイスチェンジと Your Self Receive Opportunity Not the Right Time。 はい、今週の1番の方のアドバイス、まずあなた自身とても大きな道が開けてきます。とっても大きな道が開けてきて、その道っていうのは大きな嬉しい変化を伴うようです。そして今あなたにしてほしいなって思うのが、ここでね、受け取るだけではなく、あなたからも動いていく、道を作っていく、積極的に行くっていうこともぜひしてほしいことです。今週のあなたは、とにかく強運なんですけれども、受け取るだけではなく動いていくこと、それもぜひおすすめしたいなと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。はい、2番の方はこちらのルノルマンカードです。シャッフルをしていきます。はい、じゃあ開いていきましょう。はい、まずファーストカード、はい、願いが叶うウィッシュカード。2枚目は船。はい、そして釜、魚、月、
雲、蛇、はい、そして十字架が出ました。もう少しカードを並べていきます。はい、それでは2番の方お待たせしました。カードを 9×4 9×4 で並べております。まずあなたのカードはここです。そしてあの人がいる方はここ、同じ列にね並んでいます。そしてあなたとお相手様の間にあるカード、はい、素敵なポジティブなカードばかりです。であの人なんですけれども、なんか今ですね、ちょっとプライドが傷つくような出来事があったりとか、孤独とか寂しさとかそういうものがあるみたいです。例えば大企業の中でちょっと馴染めないとか、新しい環境の中で今心を許せる人がいないとか、そういう感じであの人自身も心に少し余裕がなかったりとか、ストレスを感じている状況なのかもしれません。であなたとお相手様なんですけど、距離的には少しあるんだけれども、これだけポジティブなカードがいっぱいあるような状況なので、あの人がですね、今週いけそうだな、今週あの人がいわゆる変容するというか変化、そういうふうにお相手様自身が変化する時、変換する時、そういう感じなので、あなたに会いに来るとか連絡が来るとか、そういう感じなんじゃないかな。ようやくあの人が殻を破る時、それが今週なような気がします。じゃああなたはというとですね、あなたのところに上にリング、下にフォックス、そして手紙のカードも出ているので、まずご自分の美容とかですね、なんかそういうものを美とかエクササイズとかそういうのに励むというか、すごく華やかになるような感じもしています。そしてここにリングが出ているので、仕事上で大きな成果を得ることができたり、何らかの契約、そういうものをいわゆる手にすることができるのかなって、なんかすごく仕事モード、それをすごく頑張ってらっしゃるように見えます。そして、ここに手紙のカードも出ているので、コミュニケーションが活発になっていくんじゃないかな。嬉しい連絡がようやく来たよとか、そういう可能性も考えられるような感じです。ちょっと今週の流れから、木、船、釜が出ているので、あなたが今週大きな人生変更かな、人生設計か、そういうものをしようとしているように見える。引っ越しとか転職とか、そういう感じが見えて、大きな環境が変わる人が多いようです。そして、特になんか一から勉強を始めるとか、なんかの資格のために頑張るっていう風な感じもあって、案外今週はマイペースに進んでいくことができるのかな、そういう風に思っています。で、今週の恋愛、片思いや復縁の方も含む
流れを見ていくと、今からですね、こう今まではこう待ってた連絡がなかなか来ないとか、失望するっていう感じだったかもしれません。でも今週あなた自身の行動半径がすごく広がったりとか、例えば何らかのコミュニティとか、何らかのパーティーとか、イベントとか、サークルとか、そういうところで、出会いも含めてなんですけれども、なんかこうすごく楽しく過ごせるような気がします。この中にね、あの人がいるかもしれませんし、あなた自身、穏やかな人との出会い、そういうのもある感じです。そして同じ趣味とか、同じ、例えば映画が好き本が好きとかね、そういう感じでのつながりも出てくるような、そういう感じがします。とにかく今週は育っていく、長期的な目線で見るとゆっくりとゆっくりと前に進んでいく、そういう感じがしています。はい、なので出会いもなんかこうありそうですよね。出会いもありそうだし、出会いもありそうだな。出会いもありそうですし、こう案外こう遠くから来た人とか、旅行先で出会うとか、そういう人もいるかもしれないですし、案外こう動き回るような人、お仕事で出張が多いとか、そういう人の出会いもあるかもしれないというふうに出ています。そして復縁とか望む方はいきなり2人じゃなくて、なんか集団で会っていく、みんなでこう協力してもらうとか、そういうのがいいのかなっていう感じがしています。公園でのデート、そういうのも良さそうです。はい、じゃあ今週のお仕事のこと、あなたが自営業、アルバイト、パートの方であれば、まずあなた自身が強力なスポンサーを得ることができると出ています。なのですごくこう乗客っていうんですかね、なんかいいお客さんをすでに持ってらっしゃる。そして今回またあなた自身の良さがどんどん口コミとかそういうので広がっていくって出てます。ただ今週カマとタワーが出てるので、なんか大きな、やっぱり方向転換かな、そういうのをしそうな気がするんですよ。今までこれが私の定番とか鉄板っていうものがなんか大きく変わって、あなた自身が変化していく可能性で、それが一時的にはショック療法みたいになるかもしれないけれども、大きなお金とか大きな人気とかそういうものに広がっていくんじゃないだろうかと思っています。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方であれば、最近あなた自身が少し疲れていたり、輝きが失われていたり、恋愛面での不安があったからかな、なんかそういうふうに思うんですけれども、今週は穏やかに、心配事もなんかこう少しずつ減っていくんじゃないかなと思います。ただ雲と山が出てるので、こう完全にはあなたの悩みとか、これ雲と山だから人間関係だけじゃなくて、あなたの仕事に対するこの会社でいいのかとか、この仕事でいいのかっていう悩みはこれからも出てくるかもしれない。もっとあなた自身のイマジネーションとか直感力とか感性とかを生かす仕事がしたいと思ってらっしゃるのかなと思いました。なのでそこの部分はまだクリアにはならないんですけれども、あなた自身の心、精神的な安定、それは今週随分出てくるのではない
ないでしょうか。もしかすると今転職を考えていらっしゃる方とかは今すぐじゃないんですけれども、なんか動きがあるかも。将来なんかそういう感じがします。そうすると次の職場では金銭的なものがすごくアップするのかなっていうふうにも出ています。はい、じゃああとは金運ですね。今週のあなたの金運を見ていきましょう。はい、カード、はい、はい、今週の金運すごいですね。この金運もうなんか大吉みたいな感じです。今週の金運、最近大きな買い物をされたのでしょうか。なんか形のあるものとかだから、車とか家とかマンションとかそういう大きななんか買い物をされた方もいるかもしれません。で、今週のあなたの金運はもう大吉で、嬉しいサプライズがあったりとか、欲しいものがなんかね安く手に入ったりっていう感じが出ています。ただ恋愛かな、ちょっと女性ホルモンのバランス、そこがね崩れそうな感じなんですよね。なのでそういう意味で少し衝動買いをしてしまったりとか、あとお金を落としてしまったりとか、忘れ物をしたりとか、お気に入りのリップを落としたりとか、そういうことは気をつけといた方がねいいかもしれません。そういうふうに出ています。じゃあ今からでもすっごくいいですよ。はい、じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に1週間の深掘りしていきたいと思います。はい、お待たせしました。ルノルマンカードとタロットで月曜日から日曜日までの流れ出ています。やっぱり木曜日ぐらいからの流れがすごくブワーンって良くなる感じです。で、一番辛いのが、この水曜日、少し精神的に落ち込んだりとかなかなか立ち直れないって感じがするんですけれども、それ以外本当木曜日ぐらいからあなた自身が目に見えて元気になっていくように感じました。じゃあまず月曜日、はい、こちらキーとカップの8が出ています。カップの8は離れるとか別れるとかそういう意味があるんですけれども、離れてる恋人、別れてしまったあの人、そういう意味でここにキーウィッシュカードが出ているので、そういう人と縁が遠くなってしまったって思うあの人と解決策とかヒントが見つかる可能性です。そして扉を開くという意味がありますので、そういう復縁関係は月曜日可能性が高いようです。そして火曜日が船とコインの8が出ているので、出張とか会社自体が移転っていうのもあるかもしれないし、あなた自身の、仕事が変わるっていう人もいるかもしれません。で、コツコツ頑張っていることは身になりますよっていう風に出ていますし、もしかしたら何か遠いところ、外国からの何かがあなたのところに届く可能性もありそうです。はい、水曜日、ここだけがね今回一番要注意のカードが出てるんですけれども、鎌とソードの8、この水曜日は精神的に一番きつくなるかなって感じがするんですよね。なんか自分を追い詰めてしまったりとか、すごく罪悪感を持ってしまったりとか、そういう可能性があるので、
この水曜日に関しては落ち込むのは全然いいと思うんですけれども、必要以上に自分を責めないとか後悔しないとか、そういう切り替えを大切にしてほしいかなっていうのも、木曜日からは、その切り替えができそうな気がする。なんか勉強とか本を読むこととか映画を見ることとか、例えば文章を書くこと、ブログを書くこと、なんかそういうことに対してあなたがすごく熱中するんですよね。それによって全然あなた自身が変われるというか、大きな気分転換ができるのかなっていうふうにも出ています。そして金曜日が子供と大アルカナの正義が出ています。もしかしたら、年下の人との出会いとか、可愛らしい感じの人、何かあるかもしれません。そしてすごく相性がいいとか、そういうのがあるので、案外意気投合しそうなんですよね。それが出てるかな。この金曜日は年下の人、もしくは可愛らしい人、子供っぽい人に縁がある。あとは少し若々しいって言っていいのかな、可愛い感じのメイクとかファッションとか、そういうのも良さそうです。そしてこれが土曜日、すごいカードが出ました。ユリとデビル、なんか朝まで愛し合うそんな感じがしています。土曜日、これはですね、デビルだから出会いもあると思うし、でもなんか危険な人っていますよねそういう危険な匂いがするみたいな、そういう風な人との出会いもあるかもしれませんし、とにかくね、すごくセクシャルなカードが土曜日出ています。深い関係になるんならこの日って感じですね。そして日曜日が星とフォックス、すごくあなた自身がキラキラしています。あなたのファッションとかメイクとか、あなたの姿が本当に光り輝くものになっているので、とても眩しい存在、美しさとかそういうものがキラキラしている、そういうものが出ています。素敵ですね。じゃあ最後にこちらのカードからアドバイス引いてみたいと思います。さあ、まず出たカード、こちらとあとドルフィンですね。さあ出たのがじゃあお待たせしました。これが2番のあなたへの今週のアドバイス。イエスと Time to move on。なんか今週移動があるとか、なんか次の段階に進むとか、そういうのは思ったんですけれども、もうおすすめっていう感じですね。もう古いものにさよならして、あなた自身が新しいものを手に入れる、新しい環境を手に入れる、そういうふうに出ていますので、その決定はぜひ応援したいと天使様たちは言ってくれているような気がします。これが2番の方へのメッセージです。それでは3番の方、こちらのルノルマンカードを使って見ていきましょう。じゃあま
ずカードを出していきます。はい、ファーストカードがまず無知が出ました。無知です。2枚目、あの人のカード。3枚目、リング。4枚目、花束。5枚目、月。6枚目、棺桶。7枚目、キー。8枚目、フォックス。9枚目、はい、ライダーが出ています。それではカードを並べていきます。はい、3番の方、お待たせしました。まずあなたのカードがここに出ています。そしてあの人のカードはここです。まあいやいや距離はあるかな。そこの間にね、子供のカード、本のカード、家のカードなどが出ているので、どちらかが結婚しているとか、お互い結婚しているとか、そういう感じがある人もいるかもしれません。すごいな。でもなんかあの人の気持ちがあなたに対してすごい、なんか連絡をしたいとか、会いたいとか、付き合いたいとか、なんかそういうあの人のなんか強い思いがありますね。そしてあの人自身が今まであなたのことですかねと喧嘩してしまったこととか、なんかちょっとね、言い争いをしてしまったことがなかなか気分転換ができなかったような、引きずってたような気がするんですけれども、ようやくあの人がむちゃくちゃ元気に自分を取り戻しているような、そういう感じです。そして大きなお金を手に入れるとか、そういうのも出てるので、あの人はかなり今週強運の中にもいるし、心身ともにすごく元気になっていって、あなたのことをとてもとても求めていますよと、そういうふうに出ていて、じゃああなたはどうかっていうと、少しね、このモヤモヤが取れなかったりとか、なんか漠然とした不安、金銭面とか健康面のものが今のあなたにはあるような感じです。でもあなた自身ってとても頑張り屋さんというか、一回決めたらもうこうみたいな、そういう強い部分があるような気がしています。で、今週あなた自身、このモヤモヤとかがね、ようやく取れて穏やかな気持ちになっていくのかなって気もします。ただそれと同時に、何でしょう、ライバルとか、そういう存在のことを聞いたりっていうことでちょっと、考えたり悩んだりすることがあるかもしれない。でも蛇っていうのが、全部が全部悪い意味ではない。もちろんね、ライバルっていう意味、嫉妬っていう意味もあるんですけれども、でもそれでもあなた自身が再生していける強さ、それが今週はやっぱりあるのかな、そういうふうに思います。で、今週の恋愛なんですけれども、今まで喧嘩して離れてしまってた2人、
が今週やっぱり仲直りできるんじゃないかな。それもあの人の方から動いてくるというふうに出ています。そして出会いを求めている人、ここにねライダーが出ていて、ライダーの次がねハートなんですよね。なので今週は穏やかな人との出会いがあったり、あとは医療関係とかそういう人との出会いがあるかもしれません。で来週以降ここにハートが出てるので、またなんかね出会いがあったり突然連絡が来たり、そういう可能性もあるのかな。なので復縁っていう形でも見るときにはやっぱりあの人からの動きというふうに感じます。なので恋愛で良かったですね。ようやくこの悩んでいた状態、対立してた状態からきちんとハートトゥハートの仲直りができるのではないでしょうか。じゃあ今週のそうですね、はい、セブンデイズは後でも見ていくんですけれども、今週の週初めの方かな、お相手様から何か動きがあるんじゃないかなっていうことと、あとあなた自身が大きな脱皮とかダイエットとか食生活の変化とかそういうのが出てくる、何か新しいあなたに変化しそうな、そういう感じがしています。はい、じゃあ今度はあなたの仕事のことを見ていきましょう。まずあなたのご自分で仕事をされているアルバイトパートの方から見ていきますと、なかなかちょっと今までがハードだったのかな。なかなか希望の売り上げに届かないなとか、そういうところで少し目標設定を設定し直すとか、そういうことがねあったのかもしれません。で今週はですね、あなた自身の体調かな、あとはいろいろな設備投資とかそういうのでお金を使っちゃう可能性もあるかもしれません。もしかしたらややパワハラ的なお客さんが来たりとか、ボスに振り回されてしまったりっていうのがあるのかな。で今週まだあなた自身非常に真面目には頑張ってるんだけど、すっきりと晴れ渡らないっていう感じなので、今週は精神的金銭的にも少しモヤモヤっとした、なんかこれからどうなっていくんだろうっていう不安が少し大きい流れになるかもしれません。でもかな、このあと鳥も出てるので、また少しずついろいろな評判とか失礼しました、口コミとかが広がっていくんじゃないかな、そういうふうに思っています。じゃあ次はあなたが会社員サラリーマンの方を見ていきますと、ちょっと最近忙しかったのかなっていう感じです。であなた自身もとにかく真面目に一生懸命頑張っている姿というのが見えます。ただ働いている中にはいろんな方がいるので、あなたに嫉妬したりとか少し意地悪をするような、そういう嫌な噂とかを流す人がいて、そういう人に少し今週は疲れてしまう可能性もあるかもしれません。なのであなた自身がやっぱりなかなかモヤモヤが取れないっていうのは、そういう人間関係の疲れからも出てきている可能性はあるのかな。ただ今週金運はすごくいいんですよね。とてもいいです。大きなお金、大きな契約、そういうものが
できるっていうふうに出てるので、家を買う、マンションを買う、そういう人もいるかもしれません。そして家の中にもたくさんの喜び事があるというふうに出てるので、一緒に住んでいる人、パートナーの例えば臨時収入があったりっていうことも考えられますし、とにかく金運は非常にいい流れ、とても安定している、プラスそういうふうに出ました。はい、じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、お待たせしました。ルノルマンカードとタロットで月曜日から日曜日までの流れ出ています。火曜日、水曜日、金土、むちゃくちゃいいです。で、気をつけてねって思うのが木曜日かな。木曜日、あとは日曜日は人によってあなた自身がすごく生まれ変わりとか、なんか結婚観が変わる、そういうこともあるかもしれませんし、人によっては複雑な恋愛をしている人はなんかね、ちょっと気をつけてねっていう感じが日曜日です。じゃあ見てみましょう。はい、月曜日が無知とコインの3が出ています。この日もしかしたら少し無駄遣いをしてしまったりとか、思ったよりもお金を使ってしまう可能性があるかもしれません。思ったよりもあなたが疲れている可能性あります。そして火曜日、はい、素敵なカードが出てます。あの人とワンドのエース、あの人から連絡があるでしょう。あの人から動きがあるでしょう。あの人の中には炎が燃えています、あなたに対して。そして水曜日、リングとリングとワンドの3です。約束ができる、仕事での発展、人間関係の広がり、あの人との約束、友達との約束、そういうね、広がりがあるのが水曜日。いろいろなお誘いがあるかもしれません。そして木曜日、この日だけは気をつけてください。鎌とワンドの5、いろいろな言い争いをしてしまう可能性、そしてもう一旦離れるとか大きなトラブルになると出ているので、木曜日は感情的にならないように気をつけてください。時間の余裕も持ってください。はい、金曜日素敵です。はい、クマとラバーズが出ています。ね、きちんと仲直りができるとか、愛し合えるとか、美味しいお食事ができるとか、そういうとても愛情深い日になりそうです。出会いもありそうです。案外大きい方、よく食べる方、そういう風に出ています。はい、土曜日が怒りとワンドの8が出ているので、嬉しいニュースがやってくる。特に仕事面でしょうか。なんかそういう連絡がある、そういう風に出ています。全体的になんか動いて吉という感じです。そして日曜日が、これがね、人によって吉居混合なんですけれども、結婚観が変わるとか、結婚っていうプレッシャーがなくなるっていう人もいれば、複雑な恋愛をしている人はとにかくバレないように要注意です。じゃあ最後にこちらアドバイス見てみましょう。はい、まずアドバイス。はい、あとははい、2枚出ました。はい、じゃあこちらです。じゃあこのカードがあなたへのアドバイス。よかったですね。コミュニケーションがクリアになると出ています。はい、そしていい波が来る。あなたが何か決めることができる。はい、これがあなたへのアドバイスです。やっぱり連絡が来るんじゃないでしょうか。
きちんと話し合いとかコミュニケーションができるというふうに出ていて、あなた自身もモヤモヤとしたものがなくなって、これでいこう、これで頑張っていこうっていうことが決まっていくような感じです。今週はいい波が来るので、それに無事に乗れるようにぜひ行動力頑張ってください。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、1番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたはここにいて、そしてご主人がここにいるんだけれども、ご主人がかなりネガティブオーラに包まれているような感じです。体調もあんまり良くなかったり、あと感情ですね、精神面も余裕がないとかイライラしている、そういう風になっているので、このご主人は今週とにかく早めに休むこと、人によっては会社を休むとかそういう方もいるかもしれません。でも少しずつ元気になっていくっていう風に出ているので、そういう意味では安心かな。そして赤ちゃんのカードが子供とコウノトリが本当にあなたとご主人の近くにいるんですね。特にあなたのところにはすぐ横に赤ちゃんがいて、なんかね、嬉しい連絡が来るよとか嬉しい知らせとか、そういうのがあるよって出てるので、あなたのところに嬉しい配達というか嬉しい吉報がある可能性が大です。そしてこの赤ちゃんなんですけれども、ずっとあなたのところに行きたいって強く思ってくれていた赤ちゃんのようです。むちゃくちゃ元気です。なので今週ご主人がおそらくこの流れを見ていると、週の後半からは少しずつ元気になっていくのかなって気がするので、そうなると随分前向きになって赤ちゃんも来やすくなってくる。あとはご主人は気分転換でドライブとかご旅行とか行かれるのもいいかもしれない、そういう風にも出ています。あなたのところがね、とてもポジティブなカードが出ていますので、今週いい形、いい知らせが来る人もいるかもしれません。はい、これが1番の方です。はい、2番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここです。お互いとってもね、ご主人との関係がすごくいいなって思いました。お互い思い合ってて、すごく優しい気持ちとか思いやりっていうのが見えています。ただご主人が今少し寂しさとかイライラとかそういうものを持ってる、表に出せない、そういうのがあって少し精神的に不安定かもしれません。でもご主人は今週ようやくその辛い状況から自分で殻を抜け出して元気になっていけそうです。そしてあなたはというと、仕事、美容にとかそういうふうなものにね、とっても頑張ってらっしゃるように見える。なのであなたの環境としてはすごくいいです。で、子供のカードがここ、
コウノトリのカードがここ、いやいやご主人にもあなたにも近いですね。そしてこの子女の子かな、男の子でもね、美少年って感じがするんですけれども、なんとなく女の子っぽい器量よしみたいなそういう感じがします。そして、ここにはユリが出てるから、なんかこうユリっていうのは速度がゆっくりなんですけれども、この赤ちゃんはゆっくりあなたのところに近づいていってる。そしてそこからママ来たよっていうメッセージを送るような気がするので、今週、来週再来週、ちょっとねこのユリがどれぐらいの速度でこの赤ちゃんが来てくれるのかなっていうのはあるんですけれども、着実にママのところに来てくれている、そういうふうに出ています。そしてね、パパさんもご主人もこのね辛い状況から通り抜けることができるって出てるので、赤ちゃんとバッチリタイミングが合うような気がしています。そういう意味では今週以降ご主人が元気になってからがすごく可能性が高いのではないでしょうか。これが2番の方です。はい、3番の方、それでは今週の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここ。決して、距離が離れてるわけではないんだけれども近くはない状況なんですね。でもしかしたら最近、ご主人と少し合わなかったとか、なんかお互いイライラして余裕がなかったとか、言い争ってしまったっていう可能性があるかもしれません。でもご主人ようやく心に余裕が出てきたみたいで、あなたにすごく気持ちを伝えたいとか、謝りたいとか、あなたに贈り物をしたいとか、そういうポジティブな気持ちを、パパさんご主人は持ってくれているようです。そしてあなたはっていうと、金銭的な不安とか、あとは少しウイルス性のもの、免疫系が弱くなっているのかなっていうことで、いろいろな不安があなたの中に大きいような気がしています。なのでご主人はようやく元気になった。でもあなたの方がまだこのモヤモヤが取れないっていう状況みたいです。そして子供のカード、コウノトリのカードは、あなたと同じラインにいて、そうですね、もうこれ空が綺麗な時、満月新月っていう可能性もあるんですけれども、赤ちゃんはあなたの方向に向かってお空からあなたのところに来ようとしています。来ようとしている。ただあなたの今ね、こういうふうな余裕がない状況だったら、なかなか赤ちゃんがこの距離から縮めることができないかなと思うので、あなた自身グリーンを取り入れる、散歩に行く、公園に行く、森に行く、そういうところでいい気をしっかりと受け取るのもいいのかな。そうするとこういう心のモヤモヤとかが取れて、赤ちゃんがスムーズにあなたのところに来やすい可能性もあるかもしれません。もうご主人は本当にもうむちゃくちゃ元気になってるので、あとはあなた自身がね、無理のない範囲で外に出て気分転換してっていうことをおすすめしたいな、そういうふうに思っています。はい、これが3番の方へのメッセージです。